さんこんにちは、山本和子です。今日もスナック和子配信です。はい。よろしくお願いします。今日のテーマは、キラキラな自分になれない、そういう自分を責めたりとか、理想の自分になれないことを責めたりする。そういう許せない自分に対して認めていく方法について今日は解説していきたいと思います。昔っていうか、もうほんのちょっと前まで自分には価値がないって思ってたし、空っぽだっていうふうに思ってたし、周りと比べて自分には本当に何にも持ってないな、何にも実績がないなっていう風な、焦りとかもすごいあって、で、所有することで、刹那の安心感を得るみたいな感じで、書籍を買い漁る、そういう衝動買いがやめられなかったりとか、そういう風な人生を送ってきたんですが、人と比べてね、周りのみんなはちゃんと生きてるのに、なんで自分だけ、満たされなさがあるんだろうとか、なんで自分だけ、無駄で遠回りの人生をばっかり送ってるのかなみたいなのはすごい感じてました。みんな普通に生きてるのに、自分だけどうしたみたいな。そんな感じでずっと生きてました。はい。周回遅れとかっていうよりも、100周ぐらい遅れてるような私の人生ってすごい焦ってはまた衝動買いを繰り返すみたいな人生でした。で、もっと実績積まなきゃとか、自分の人生形にしなきゃとか、すごい焦ってましたね。で、そんな自分がちょっと変わり始めたのが、人生の棚卸しをしたことだったんですよね。これまでの出来事であったりとか、感銘を受けた人物とか、自分がやってきたことを一つ一つ紙に書き出していったんですよ。そしたら、自分は0点とかさ、空っぽな人間とかじゃなくて、普通とは別の人生を歩いてきた人間だったんだなっていうことに気がついたんですよ。理想の人生を基準にして、今の自分っていうのを比較してしまって、それで、マイナスな感情を抱いてしまうというか、私は理想の人生ではなかったけど、別の人生を歩んでるんだなっていうことに気がついて、理想の人生を歩めなかった自分0点じゃなくて、そこそこ自分なりに頑張ってきたな40点みたいな感じで、ちょっとずつ自分のやってきたことに目を向けられるような、そういう、認識の変換みたいなことはやっていきたいなって、これからは思いますね。ちょっとずつなんですけど、自分を責めるのもやめようって思って、自分のできてきたことを、やってきたことを、ちゃんと見てあげようっていうふうに思いました。はい、今日はそういうお話でした。はい。では皆さん、今日はここまでです。ありがとうございました。